のささやきの朗読やそのスキー場を選んだ理由は単純だった。連休でも空きがあり、ナイターが遅くまでやっていて、宿もゲレンデから近かった。雪の質も悪くないと聞いていたし、何より人が少ないという点が魅力だった。到着した初日、昼のゲレンデは思った以上に静かだった。リフト待ちはほとんどなく、コースも広く使える。ただ滑っていて、一つだけ気になることがあった。視界の端に何度か止まっている人影が入るんだ。コース脇の立ち木付近や斜面の下の方。次の瞬間にちゃんと見ようとすると、そこには誰もいなかった。ゴーグルの反射か疲れ目だろうと自分に言い聞かせた。ナイターが始まる頃、さらに人は減った。白い照明に照らされた雪面は綺麗だが、音が吸い込まれるように静かになる。リフトに乗るたび、支柱を通過するゴンという音だけがやけに大きく聞こえた。3本目のリフトで初めて誰かと相乗りになった。黒っぽいウェアで体格は自分とほぼ同じ。顔はゴーグルとネックウォーマーでほとんど隠れている。ナイターではよくある格好だ。ただ、そのゴーグル越しの目だけが妙にこちらを見ている気がしたんだ。真正面ではなく、少し角度をつけたまま。反射でそう見えるだけだと思い、視線を外す。リフトが中腹を過ぎたあたりで、ふと違和感が強くなった。隣の人影が微動だにしないんだ。風で揺れることもなく、呼吸の気配もない。それなのに視線だけはずっとこちらを向いている。ゴーグルの表面にリフトの下の雪面が映り込んだ。その中に自分の姿が映っている。だがそこに二人分の影はなかった。その時、隣のゴーグルの奥で何かがゆっくりと瞬きをした。リフトを降りた瞬間、隣にいたはずの人物はいなかった。振り返っても降りる場所には自分しか立っていない。スタッフも見当たらず、ナイターの照明が雪面を白く照らしているだけだった。気のせいだと自分に言い聞かせ、一本滑って宿へ戻った。ゴーグルを外したとき、額に汗は出ていなかった。あれだけ神経を使っていたはずなのに、体だけが妙に冷えている。宿は古いが、手入れは行き届いていた。フロントで鍵を受け取り、2階の端の部屋に入る。連泊予定で同じ部屋を3日使うことになっていた。その夜、布団に入ってもなかなか眠れなかった。目を閉じると、リフトの支柱音とゴーグル越しの視線がよみがえる。結局、浅い眠りを繰り返したまま朝を迎えた。
2日目の昼、昨日と同じコースを滑った。天候は良く、視界も問題ない。それなのに、止まっている人影をまた何度も見た。立ち木の影、コース外の盛り上がった雪、リフト下のくぼみ、どれも目を凝らすと人の形をしている。だが近づくと必ず何もないんだ。滑走跡すら残っていない。ナイターが始まる頃には確信に変わりつつあった。ここでは見てはいけないものが普通に紛れている。その夜、また同じリフトに乗った。今度は一人だった。それなのにリフトが動き出して数秒後、自分の右隣のバーがわずかに沈んだんだ。誰かが腰を下ろした時のあの重さ、金属がきしむあの感触。俺は反射的に横を見た。だがもちろん何もいない。だがゴーグルの表面には昨日と同じ位置に人の目の高さだけが映り込んでいたんだ。その瞬間、理解してしまった。あれはゴーグル越しだから見えたんだと。3日目の朝、目が覚めた瞬間から違和感があった。耳が詰まったように静かで、外の音がほとんど聞こえない。窓を開けると、ゲレンデはすでに圧雪が終わっているはずなのに、コースの一部だけが手つかずの雪のまま残っていた。昨日、人影を何度も見た場所だった。昼にフロントでそれとなく聞いてみた。あの辺りって今日は圧雪しないんですか？係の人は一瞬だけ言葉に詰まり、今日は使わないコースなんで、とだけ答えた。理由は言われなかった。それ以上聞いてほしくないという顔をしていた。ナイター終了日、この日で帰るつもりだったから一本だけ滑って終わりにするつもりだった。リフトに乗り、例の場所を通過する。下を見ると雪面にはっきりと立っている跡があった。滑走跡ではない。人が同じ場所に立ち続けていたような深いくぼみ。そしてその横にもう一つ浅い跡がある。並んで立っていた形だった。ゴーグル越しに見ると、その二つの跡の上に輪郭だけの人影が重なって見えた。ふと自分のゴーグルに映るものが気になった。そこには自分の顔と、そのすぐ隣に昨日と同じ位置の目が映っていた。瞬きのタイミングまで完全に同じだった。俺は気づいた。あれは隣に座っていたんではない。最初からこちらを見ていたんだ。それも雪の下から。リフトを降りる直前、ゴーグルの奥の目がゆっくりと細くなった。まるで、やっと気づいたな、とでも言うように。帰る準備をしているとき、ゴーグルをバッグにしまおうとして手が止まった。レンズの内側に白く乾いた粉のようなものがついている。
指でなぞると雪ではなく細かい砂のように崩れた。それは雪面の下にある土と同じ色をしていた。俺は気になってフロントで最後に一つだけ聞いた。このスキー場って昔からここにあるんですか？係の人は少し間を置いてからこう言った。昔は今よりもっと下まで斜面があったんですよ。ですが雪雪崩が起きてから使わなくなっただけで、何人か見つからなかったらしい。雪の下から出てこなかった人もいたと。だからあのコースは今も圧雪しない。踏み固めると中身が崩れるから。車で山を降りている途中、ルームミラーに違和感を覚えた。後部座席に置いたバッグの上、ゴーグルがこちらを向いている。信号待ちでふと目が合った。レンズの奥に自分の目とそのすぐ隣にもう一つ遅れて瞬く目があった。その瞬間、はっきりと理解した。あれはゴーグル越しだから見えたんではない。ゴーグルを通して見られていたんだ。雪の下でずっと次に並んで立つ相手を。連泊にした理由をあちらは最初から知っていたんだ。だから帰り道まで席を開けてくれなかったんだ。そのスキー場に連泊することにしたのは単純に移動が面倒だったからだ。山奥で最寄りの町までは車で40分以上。昼だけ滑って帰るには中途半端で、宿もゲレンデ直結。2泊してゆっくり滑ろうと思った。最初は特に問題なかった。昼はそこそこ人がいて、ナイターになると一気に減る。夜のゲレンデは静かで、照明に照らされた雪がやけに白い。違和感を覚えたのはナイター2本目のリフトだった。支柱を越えたあたりでリフトの真下を歩いている影が見えた。最初は作業員だと思った。圧雪や点検でスタッフが入ることは珍しくはない。ただその影はおかしかったんだ。リフトと同じ速度で真下を歩いている。斜面でも雪を踏み抜く様子もなく、一定の速さでまっすぐ進んでいる。足音は聞こえない。ヘッドライトも持ってはいなかった。俺は気になって後ろを振り返る。だがそこには誰もいない。視線を前に戻すと影だけがまた現れた。影は何度もリフトの真下を通った。1本目、2本目、3本目。必ず同じ区間で現れた。2日目の昼、コースマップを見て気づいた。あの位置、リフト下は立ち入り禁止区域だった。雪なだれ防止のためロープが張られていたはずの場所なんだ。夜、宿に戻ってからも
あの歩く影が頭から離れなかった。窓からゲレンデを見下ろすと、ナイターの照明はすでに消えている。それでもリフトの下だけ黒い線のようなものがゆっくり動いていた。それは影ではなく人が通った跡だった。雪の上に一本の道のようにはっきりと残っていたんだ。二日目の朝、ゲレンデは一面がきれいに鳴らされていた。昨夜に見えたはずの道は跡形もなく消えていた。圧雪車が入ったんだろうと思ったが、あの場所は立ち入り禁止区域のはずだった。昼に滑りながら無意識にリフトの下を見てしまう。明るい時間帯では何もおかしなものは見えない。ただ雪面が不自然に平らで、人が踏み固めたような硬さがある部分が帯状に続いていたんだ。午後、休憩所で古い案内板を見つけた。今は使われていないコースがいくつも書き足されている。その中にリフトと同じ位置を通る細い線があった。コース名は消えかけていて読み取れない。ナイターが始まる頃、また人は減った。リフトに乗ると例の区間で自然と下を見てしまう。いた。昨日よりはっきりとしている。影ではなく人の形だ。背中を丸め、両腕を下げ、雪を踏みしめながらゆっくりと歩いている。速度はやはりリフトと同じだった。追い越すことも離れることもない。3本目のリフトで決定的な違和感に気づいたんだ。その人影、足跡を残していなかった。雪面は滑らかで、誰かが歩いた形跡はない。それなのに人だけがそこを進んでいる。宿に戻る途中、ロープで封鎖されたリフト下の入り口に立ち寄った。雪面に昼間に見た硬い帯がロープの内側へと続いていた。そしてその帯はゲレンデの外、林の奥へと消えていたんだ。3日目の朝、あの帯は宿の裏まで伸びていた。雪の上に残る一本の道。まるで毎晩同じ場所を往復しているかのように。3日目の昼、ついに我慢ができず、フロントの人に聞いた。リフト下の立ち入り禁止区域についてだ。作業用の道でもあるのかと、なるべく軽く聞いた。相手は一瞬、言葉に詰まった。それから視線を外し、昔はあそこもコースだったんですよ。とだけ答えた。だが詳しい話はしてくれなかった。ただ、連泊の客にはあまり近づかないように、そう言っていると付け加えた。夕方、宿の裏に回ってみた。除雪された通路の脇、確かに雪の上に一本の帯がある。踏み固められたような道だった。幅は人一人分。それは宿の裏口で途切れていた。
ナイター終了日、この日で帰る。だから最後に一本だけとリフトに乗った。例の区間に差し掛かると、今日は影ではなく、はっきりと人がいたんだ。顔は見えない。フードを深くかぶり、同じ速度で歩いている。だが、今日は違った。その人はリフトの真下ではなく、少しだけ進路をずらしているんだ。進行方向はゲレンデではない。宿の裏口へと向かっている。視線をそらした一瞬で人影は消えた。代わりに雪面にだけくっきりとした道が残っている。リフトを降りると胸の奥がざわついた。あの道は誰かを迎えに来るためのものではない。連泊した人間を連れて行くための道だったんだ。部屋に戻るとブーツの底に見覚えのない雪がついていた。粉雪ではない。固く湿った雪。それはリフトの下のあの道と同じ感触だった。帰り支度をしていると宿の裏で雪を踏む音がした。一定の間隔でゆっくりと。昨夜リフト下で見た歩き方と同じだった。裏口へ続く雪の上にあの道が伸びている。昨日よりはっきりと。まるで何度も踏み固められたように。その道の先に人が立っていた。影ではない。フードをかぶったままこちらを向いている。距離はあるのに視線だけが合っているのが分かった。フロントに降りて鍵を返した。何も言わずに出ようとすると、係の人が小さな声で言った。連泊の方、昨日で最後でしたよね。うなずくと続けてこう言われた。この宿、昔は冬の間だけ行方がわからなくなる人が続いたことがあって。理由ははっきりしなかった。ただ共通していたのは何泊かしてゲレンデと宿を行き来していたこと。車に乗りエンジンをかける。バックミラーに宿の裏が映った。あの道の上に人が二人並んで立っている。一人はフードの影。もう一人は自分と同じウェアを着て同じ姿勢で立っている。気づいた。あの影は連泊するたびに一人ずつ増えていく。だからリフトの下は道になった。歩く影は帰る場所を失った人たちだった。アクセルを踏んだ瞬間、雪の上の道が宿の裏から自分の車の下へとまっすぐ伸びているのが見えた。連泊した理由はあちらにとっても都合が良かっただけだ。一晩では足りない。二晩でも足りない。帰り道を作るには。その宿に連泊を決めたのはナイター目的だった。ゲレンデに一番近く、夜遅くまで滑ってもすぐに戻れる。
建物は古いが、安さと立地で選んだ。初日は特に気になることはなかった。隣の部屋も空いているようで、物音一つしない。静かすぎるくらいだと思ったほどだ。異変に気づいたのは二日目の夜だった。ナイターから戻り、ブーツを脱いでいると、壁の向こうからシャッシャッという音が聞こえてきた。雪を払うような音。ウェアや手袋を乾かす前に軽く叩く時のあの音だ。隣の部屋かと思った。同じようにナイター帰りの客がいるんだろう。時間帯も同じだし、不自然ではない。ただその音は妙に規則正しかった。一定の間隔で同じ強さ、同じ回数。5分ほど続き、ピタリと止む。それで終わりなら気にも留めなかった。だが翌日も同じ時間に同じ音がしたんだ。シャッシャッと雪を落とす音。間隔も回数も全く同じ。3日目の昼、フロントで隣室について聞いてみた。隣、泊まってる人いますか？係の人は台帳を見て首を横に振った。その部屋は今は使っていないですよ。空室。昨夜も一昨日も。夜ナイターから戻るとやはり音は聞こえた。今度は壁のすぐ向こうで鳴っている。距離が近い。耳を澄ますと音の合間にかすかに息を整える音が混じっていた。誰かが中で準備をしている。その時気づいてしまった。この宿、乾燥室がない。それなのに毎晩誰かが雪を払っている。2日目の夜から音に変化が出始めた。最初はシャッシャッだけだった。だが3日目の夜、その音の後に壁を軽く叩くような振動が混じり始めた。トントン。だが叩くというより何かを壁に預け直すような感触だった。耳を澄ますと雪を払う音の位置が少しずつこちらに近づいている。隣室の奥から壁際へ。そしてちょうど自分のベッドの位置の向こう側。ありえない。壁一枚の向こうは誰も使っていない部屋のはずだった。試しに部屋の電気を消した。すると音が止まった。しばらくの静寂。やはり気のせいだったのかと思い、再び電気をつけた瞬間、音が再開した。今度はこちらの動きを待っていたような間があった。3日目の昼、もう一度フロントに聞いた。空席だと言われた隣室のこと。係の人は困った顔をして、壁薄いですからね、とだけ言った。だがその言い方が引っかかった。壁が薄いなら話し声やテレビの音も聞こえるはずなんだ。なのに聞こえるのは
あの音だけ。夜ナイターから戻ると、今日は音が早かった。ブーツを脱ぐ前からもう始まっている。シャッ、シャッ、トン。シャッ、シャッ。回数が増えている。まるでこちらが戻るのを待って準備を進めているようだった。音の合間に今度ははっきりとした呼吸が聞こえてきた。吸って吐いて、それが自分の呼吸と同じ速さだった。4日目の朝、壁の違和感がはっきりとした。隣室側の壁だけ異様に冷たい。指先を当てると冬の外壁に触れているような冷え方だった。おかしい。隣は室内のはずだ。昼、宿のあたりを一周してみた。建物の外から問題の部屋の位置を確かめるためだ。すると、あることに気づいた。自分の部屋の隣にあたる場所。外壁には窓がない。通気口もない。ただ古い板が打ち付けられているだけだった。フロントで建物の間取り図を見せてもらった。客室の並びは途中で途切れている。問題の隣室の場所は図面では倉庫と書かれていた。ここって使っていないんですか？そう聞くと係の人は視線を落とした。そして低い声で言った。冬は使えないんです。理由は言わなかった。その夜音はさらに変わった。雪を払う音はもうしない。代わりに聞こえるのは何かを絞るような音。濡れた布を力いっぱいねじるような音だ。その直後、壁にはっきりとした重みが伝わってきた。誰かが寄りかかっている。壁を耳に近づけると、向こう側から自分の名前を呼ぶ声が聞こえてきたんだ。小さく息を吐くように。その声は自分の声と全く同じだった。夜中に目が覚めた。壁の向こうが異様に静かだった。あれだけ毎晩続いていた音が完全に消えている。代わりに聞こえるのは自分の呼吸音だけ。いや、二人分だ。吸うと吐く。少し遅れてまた同じ感覚でもう一つ。壁に背を向けて寝ているはずなのに、呼吸はすぐ後ろから聞こえてきていた。振り向けなかった。振り向いた瞬間、何が起きるかはっきり分かってしまったからだ。そのまま朝を迎え、荷物をまとめてフロントを降りた。鍵を返すと、係の人が一瞬だけ驚いた顔をした。4泊でしたっけ？3泊だと答えると、何も言わず台帳を閉じられた。車に乗り、山道を降りながら、ようやく息が整ってきた頃、違和感に気づいた。背中が妙に軽い。
ジャケットを脱ぐと内側が濡れている。汗ではない。冷たく重い感触。鏡で背中を確認してすべてを理解した。ウェアの背中一面に手で払ったような跡が残っていたんだ。雪を落とす時のあの規則正しい動きで。あの音は隣の部屋のものではなかった。壁の向こうでも倉庫でもない。毎晩自分のすぐ後ろで次に使う体を乾かしていたんだ。連泊するから準備する時間があった。音が増え、位置が近づいた理由も全部それだった。最後の夜に音が消えたのは、もう乾かす必要がなくなったからだ。帰宅後、ゴーグルと手袋を干そうとして気づいた。自分のものではない湿ったウェアがバッグの底に一式きれいに畳まれて入っていたんだ。サイズも匂いも全部次の連泊客用だった。あの宿は今もきっと静かなままだ。音を立てる必要がなくなっただけで。